真珠の言葉。太宰治。甲府は盆地である。地辺皆山である。小学生の頃、地理で初めて盆地という言葉に接して、訓導からさまざまに説明をいただいたが、どうしてもその実景を想像してみることができなかった。甲府へ来てみて初めてなるほどと合点できた。大きい沼を貝干しして、その沼の底に畑を作り家を建てると、それが盆地だ。もっとも甲府盆地くらいの大きい盆地を作るには、周囲5、60里もある広い湖水を貝干ししなければならぬ。沼の底などというと、甲府もなんだか陰気な町のように思われるだろうが、事実は派手に小さく活気のある町である。よく人は甲府をすり鉢の底と評しているが、当たっていない。甲府はもっとハイカラである。シルクハットを逆さまにして、その帽子の底に小さい旗を立てた。それが甲府だと思えば間違いない。きれいに文化の染み通っている町である。早春の頃に私はここでしばらく仕事をしていたことがある。雨の降る日に傘もささずに銭湯へ出かけた。銭湯はすぐ近いのである。途中、雨がっぱ来た郵便屋さんとふと顔を見合わせ、ちょいと。郵便屋が小声で私を呼び止めたのである。私は驚かなかった。何か私宛ての郵便が来たのだろうと思って、ニコリともせず黙って郵便屋へ手を差し出した。いいえ、今日は郵便来ていません。そう言って微笑む郵便屋の鼻の先には、雨の雫が光っていた。22、3の頬の赤い青年である。かわいい顔をしていた。あなたは青木大蔵さん、そうですね。ええ、そうです。青木大蔵というのは私の本来の戸籍名である。似ています。何ですか？私は少し孫ついた。郵便屋はニコニコ笑っている。雨に濡れながら二人路上で向き合って立ったまま、しばらく黙っている。変なものだった。幸吉さんを知っていますか？嫌になれなれしく幾分からかうような口調でそんなことを言い出した。内藤幸吉さんをご存知でしょう？内藤幸吉ですか？ええ、そうです。郵便屋はもう私が知っていることに決めてしまったらしく、自信たっぷりで肯定する。私はなお少し考えて、存じませんね。そうですか。今度は郵便屋も真面目に首をかしげて、あなたは奥には津軽の方でしょう。と
とにかく雨にこんな濡れてはかなわないので、私はそっと豆腐屋の軒下に難を避けて、こちらへいらっしゃい。雨がひどくなりました。えと素直に私と並んで豆腐屋の軒下に雨宿りして、疲れでしょう。そうです。自分でもはっと思ったほど私は不機嫌な答え方をしてしまった。片言半句でもふるさとのことに触れられると、私はしたたかしょげるのである。痛いのである。それじゃあ確かだ。郵便屋は桃の花の頬にえくぼを浮かべて笑った。あなたは幸吉さんの兄さんです。私はなぜかドキッとした。嫌な気がした。変なことをおっしゃいますね。いいえ、もうそれに違いないのです。一人はしゃいで、似ていますよ。幸吉さん喜ぶだろうな。ツバメのようにひらりと身軽に雨の街路に躍り出て、それじゃあ後でまた。少し走ってまた振り返り、すぐに幸吉さんに知らせてあげますからね。一人豆腐屋の軒下に置き残され、私は夢見るようであった。白日夢、そんな気がした。ひどくリアリティがない馬鹿げた話である。とにかく銭湯まで一走り、湯船に体を沈ませてゆっくり考えてみると、不愉快になってきた。どうにもムカムカするのである。私がおとなしく昼寝をしていて何にもしないのに、蜂が一匹飛んできて私の方を刺していった。そんな感じだ。全くの災難である。東京でのいろいろの恐怖を避けて甲府へこっそりやってきて、誰にも住所を知らせず、やや落ち着いて少しずつ貧しい仕事を進めて、この頃どうやら仕事の調子も出てきて、ほのかに嬉しく思っていたのに、これはまた思いも設けぬ災難である。何とも知れぬ人物がぞろぞろ目前に現れて、私に笑いかけ話しかけ、私はそのお化けたちに包囲され、なんと挨拶のしようもなく、ただうろうろしている図は想像してさえ不愉快である。仕事も何もあったものじゃない。いい加減に私をかき回して、いやどうも人違いでしたと言って引き上げていくに決まっているのだ。内藤幸吉、いくら考えたってそんなもの知りやしない。しかも兄弟だなんてバカバカしい。人違いであることは明白だ。いずれ会えばすべての黒白はつくはずだ。それにしても私のこの不愉快さはどうしてくれる。見知らぬ他人から兄さんお懐かしゅう
など言われて、ふざけた話だ、いやらしい、生ぬるくベトベトして喜劇にもならない、無知である、安っぽい、我慢できぬ屈辱感にやられて風呂から上がり、脱衣所の鏡に自分の顔を映してみると、私は嫌な凶悪な顔をしていた。不安でもある。今日のこの思わぬ出来事のために、私の生涯がまたまた逆転でひどいどん底に落ちるのではないかと、過去の悲惨も思い出され、こんな降って湧いた難題。確かにこれは難題である。その笑えないバカバカしい限りの難題を持て余して、とうとう気持ちが険しくなってしまって、宿へ帰ってからも無意味に書きかけの原稿用紙をバリバリ破って、そのうちにこの災難に甘えたい卑劣な根性も頭をもたげてきて、こんなに不愉快で仕事なんてできるものかなど申し訳みたいにつぶやいて、押し入れから甲州産の白ぶどう酒の一升瓶を取り出し、茶飲み茶碗でガブガブ飲んで寄ってきたので、布団引いて寝てしまった。これもなかなかバカな男である。宿の女中に起こされた。もしお客さんですよ。来たなとガバと跳ね起き、どうしてくれ。電灯がぼーっと灯っていた。障子が朝黄色、6時頃であろうか。私は素早く布団を畳み、押し入れに突っ込んで、部屋のその辺を片付けて、羽織を引っ掛け、羽織紐を結んで、それから机のそばにちゃんと座って身構えた。異様な緊張であった。まさかこんな奇妙な経験は私としても一生に二度はあるまい。客は一人であった。くるめがすりを着ていた。女中に通され、黙って私の前に座って丁寧な長いお辞儀をした。私はせかせかしていた。ろくろくお辞儀も返さず、人違いなんです。お気の毒ですが、人違いなんです。バカバカしいのです。いいえ。低くそう言って、お辞儀の姿勢のまま振り仰いだ顔は男性である。目が大きすぎて少し弱い、異常な感じを与えるけれど、額も鼻も唇も顎も彫り刻んだように線がはっきりしていた。ちっとも私と似ていやしない。おつるの子です。お忘れでしょうか。母はあなたの乳母をしていました。はっきり言われて、あっと思い当たった。飛び上がりたいほどきつい激闘を受けたのである。そうか、そうか、そうですか。私は自分ながらみっともないと思われるほど大きい声で笑い出した。これはひどいね。まったくひどいね。そうか。
出して明るく笑った。いつかお会いしたいと思っていました。いい青年だ。これはいい青年だ。私には一目見てそれがわかるのである。体がしびれるほどに、いわば私は万歳であった。大歓喜。そんな言葉が当たっている。苦しいほどの歓喜である。私は生まれ落ちるとすぐ乳母に預けられた。理由はよくわからない。母の体が弱かったからであろうか。乳母の名は鶴と言った。津軽半島の漁村の出である。まだ若いようであった。夫と子に相次いで死に別れ、一人でいるのを私の家で見つけて雇ったのである。この乳母は終始私を環境に支持した。世界で一番偉い人にならなければいけないとそう言って教えた。鶴は私の教育に専念していた。私が5歳、6歳になって他の女中に甘えたりすると真面目に心配して、あの女中は良い、あの女中は悪い、なぜ良いかというと、なぜ悪いかというといちいち私に大人の道徳をきちんと座って教えてくれたのを私は未だに忘れずにいる。いろいろの本を読んで聞かせて、片時も私を手放さなかった。6歳の頃と思う。鶴は私を裏の小学校に連れて行って、確か3年級の教室の後ろに一つ空いていた机に座らせ、授業を受けさせた。読み方はできた。何でもなくできた。けれども算術の時間になって私は泣いた。ちっとも何にもできないのである。鶴も残念であったに違いない。私はその時は鶴に間が悪く、ことにも大げさに泣いたのである。私は鶴を母だと思っていた。本当の母を。ああ、この人が母なのかと初めて知ったのはそれからずっと後のことである。一夜鶴がいなくなった。夢見心地で覚えている。唇がひやと冷たく、目を覚ますと鶴が枕元にシャンと座っていた。ランプはほの暗く、けれども鶴は光るように美しく白く着飾って、まるでよその人のように冷たく座っていた。起きないか。小声でそう言った。私は起きたいと努力してみたが、眠くてどうにもダメなのである。鶴はそっと立って部屋を出て行った。明くる朝起きてみて、鶴が家にいなくなっているのを知って、鶴いない、鶴いないとずいぶん苦しく泣き転げた。子供心ながらもズタズタ断腸の思いであったのである。あの時鶴の言葉のままに起きてやったらどんなことがあったか、それを思うと今でも私は悲しく悔しい。鶴は遠い他国に嫁いだ。そのことはずっと後で聞いた。
私が小学校2、3年の頃、お盆の時に鶴が私の家へ一度来た。すっかり他人になっていた。色の白い小さい男の子を連れてきていた。台所の炉端にその男の子と二人並んで座ってお客さんのように済ましていた。私に向かってもうやうやしくお辞儀をして、実によそよそしかった。祖母が自慢げに私の学校の成績を鶴に教えて、私は思わずニヤニヤしたら、鶴は私に正面向いて、田舎では一番でもよそにはもっとできる子がたくさんいますと教えた。私はハッとなった。それきり鶴を見ない。年月を得るに従い、鶴についての記憶も薄れて、私が高等学校に入った年、夏休みに帰郷して鶴が死んだことを家の人たちから聞かされたけれど、別段泣きもしなかった。鶴の亭主は甲州の怪奇問屋の番頭で、一度妻に死なれ子供もなかったし、そのままかなりの年まで独身でいて、年に一度ずつ私のふるさとの方へ商用で出張してきて、そのうちに世話する人があって鶴をめとった。そのような事実もその時聞いて初めて知ったくらいなもので、家の人たちさえそれ以上のことはあまり深く知らない様子であった。10年離れていたので、鶴が死んでも生きても私の実感として残っているのは、懸命の育ての親だった若い鶴だけで、それを懐かしむ心はあっても、その他の鶴は全く他人で、鶴が死んだと聞かされても、私はああそうかと思っただけで、さして激動は受けないのである。それからまた10年、鶴は私の遠い思い出の奥で小さく、けれども決して消えずに尊く光ってはいるのだが、その姿は純粋に思い出の中で完成され固定されてしまっているので、まさか今この現実の生活とつながるなどとは思いも及ばぬことであった。鶴は甲府にいたのですか？私はそれさえ知らなかった。ええ、父がこの土地で店を開いておりました。怪奇問屋に勤めていられた鶴の亭主が怪奇問屋の番頭だったことは、私も前に家の人から聞いたことがあるので、それは忘れずに知っていた。ええ、矢村の丸さんという店に奉公しておりましたが、後に独立して甲府で呉服屋を始めました。言い方が生きている人のことを語っているようでもないので。お達者ですか？あ、亡くなりました。はっきり答えて、それから少し寂しそうにして笑った。それじゃあご両親とも？そうなんです。幸吉さんは淡々としていた。母が死んだのはご存知なんですね。
知っています。私が高等学校へ入った年に聞きました。12年前です。僕が13でちょうど小学校を卒業した年でした。それから5年経って僕が中学校を卒業する直前に父は狂い死にしました。母が死んでからもう元気がないようでしたが、それから少し遊び始めたのでしょうね。店はかなり大きかったのですが、水運の一途でした。あの時は全国的に呉服屋が行けないようでした。いろいろ苦しいこともあったのでしょう。いけない死に方をしました。井戸に飛び込みました。世間には心臓麻痺ということにしてありますけれど、悪びれる様子もなく、そうかといって老悪症みたいなすさんだやけくその言い方でもなく、無心に事実を簡潔に述べている態度である。私は彼の言葉に爽快なものを感じたほどなのであるが、けれども人の家の細かいことにまで触れるのは私は不安で嫌だから、すぐに話題をそらした。鶴はいくつで亡くなったのですか？母ですか？母は36で亡くなりました。立派な母でした。死ねる直前まであなたの名前を言っていました。そうして会話が途切れてしまった。私が黙っていると青年も黙って落ち着いている。私がいつまでも言葉を見つけずにかなわない気持ちでいたら、出ませんか？お忙しいですか？と言って私を救ってくれた。私もほっとして、ああ、出ましょう。一緒に晩ご飯でも食べますか？早速立ち上がって、雨も晴れたようですね。二人揃って宿を出た。青年は笑いながら、今夜はね、計画があるのですよ。あ、そうですか。私にはもう何の不安もなかった。黙って付き合ってください。承知しました。どこへでも行きます。仕事を全部犠牲にしても悔いることはないと思っていた。歩きながら、でもよく会えたね。ええ、お名前は前から母に朝夕聞かされて、失礼ですが本当の兄のような気がして、いつかはお会いできるだろうと奇妙に楽観していたのです。変ですね。いつかは会えると確信していたので、僕はのんきでしたよ。僕さえ丈夫で生きていたら。ふと私はまぶたの熱いのを意識した。こんなに陰で私を待っていた人もあったのだ。生きていてよかったと思った。私が10歳くらいで君が3つか4つくらいの時、一度会ったことがあるんじゃないかしら。それがお盆の時、小さい色の白い子を連れてきて、その子が大変行儀がよくおとなしいので、私はちょっとその子を嫉妬したものだが、あれが君だったのかしら。僕かもしれません。よく覚えていないのです。大きくなってから母にそう言われて、
出せるような気がしました。何でも長い旅でした。お家の前にきれいな川が流れていました。川じゃないよ、あれは溝だ。庭の池の水があふれてあそこへ流れてきているのだ。そうですか。それから大きなサルスベリの木がお家の前にありました。真っ赤な花がたくさん咲いていました。サルスベリじゃないだろう。ネムの木なら一本あるよ。それもそんなに大きくない。君はその頃小さかったから、溝でも木でも何でも大きく大きく見えたのだろう。そうかもしれませんね。幸吉は素直にうなずいて笑っている。その他のことはちっとも何にも覚えていません。あなたのお顔ぐらいは覚えておいてもよかったのに。3つか4つの頃では記憶にないのが当たり前さ。けれどどうだい、初めて会った兄なる者はあんな安宿でゴロゴロしていて、風采もパッとせず寂しくないか。いいえ。はっきり否定したが、どこか気まずそうに見えた。寂しいのだ。こういう人があると知ったら、私はせめて中学校の先生くらいにはなっていたのにと悔しく思った。さっきの郵便屋さんは君のお友達かね。私は話題を転じた。そうです。幸吉さんはパッと明るい顔になって、親友です。萩野くんと言います。いい人ですよ、あの人は。今度は手柄を立てました。前から僕があの人にあなたのことを言って明かしておりました。あの人もあなたのお名前を知ってしまって、そうしてたびたびあなたのところへ郵便配達しているうちに、ふとこの人じゃないかと思ったのだそうです。5、6日前、僕のところへ来てそんなことを言いますから、僕もワクワクして、どんな人かと聞きましたら、ただ宿へ郵便を投げ込むだけなのだから、顔は見たことがないと言います。それなら今度は様子をそれとなく内定してみてくれ。もし人違いだと醜態だからと、妹まで一緒になって大騒ぎでした。妹さんもあるのですか。私の喜びはいよいよ高い。ええ、私と4つ違うのですから21です。すると君は、私は急に頬がほてってきたので慌てて別なことを言った。25ですね。私とは6つ違うわけだ。どこかへお勤めですか。そこのデパートです。目を開けると大丸デパートの5階建ての窓がキラキラ華やかに灯っている。もうこの辺は桜町である。甲府で一番賑やかな通りで、土地の人は甲府銀座と呼んでいる。東京の道玄坂を小綺麗に整頓したような町である。道の両側をぞろぞろ流れて通る人たちものんきそうで、そうしてどこかハイカラである。植木の露店にはもうツツジが出ている。デパートに沿って右に曲折すると柳町である。ここはひっそりしている。けれども
両側の家々はすべて黒ずんだ老舗である。甲府では最も品格の高い町であろう。デパートは今忙しいでしょう。景気がいいのだそうですね。とても大変です。この間も一日仕入れが早かったばかりに3万円近く儲けました。長いことお勤めなのですか？中学校を卒業してすぐです。家がなくなったもので皆に同情されて、父の知り合いの人たちのお世話もあって、あのデパートの呉服部に入ることができたのです。皆さん親切です。妹も1階に勤めているのですよ。偉いですね。おせちではなかった。わがままでダメです。急に大人ぶった思案ありげな口調で言ったので、私はおかしかった。いいえ、君だって偉いさ。ちっともしょげないで、やるだけのことをやっているだけです。少し肩を張ってそう言って、それから立ち止まった。ここです。見るとやはり黒ずんだ間口10間ほどもある古風の料亭である。良すぎる。高いんじゃないか。私の財布には5円紙幣1枚と、それから小銭が2、3円あるだけだった。いいのです。構いません。幸吉さんは変に意気込んでいた。高いぞ、きっとこの家は。私はどうも気が進まないのである。大きい朱色の額に刻み込まれた棒深くという名前からして、ひどく物々しく高そうに思われた。僕も初めてなんですが、幸吉さんも少し緩んで、そう小声で告白して、それからちょっと考えて気を取り直し、いいんだ、構わない、ここでなくちゃいけないんだ、さあ入りましょう。何か訳があるらしかった。大丈夫かな。私は幸吉にもあまり金を使わせたくなかった。初めから計画していたんです。幸吉はきっぱりした語調で言って、それから自身の興奮に気づいて恥ずかしそうに笑い出し、今夜はどこへでも付き合うって約束してくれたじゃないですか。そう言われて私も決心した。よし、入ろう。大変な決意である。その料亭に入って幸吉は初めてここへ来た人のようでもなかった。表2階のあちちょがいい。案内の女中にそんなことを言っていた。いや、階段も広くしたんだね。懐かしそうにキョロキョロ辺りを見回している。なんだ、初めてでもなさそうじゃないか。私が小声でそう言うと、いいえ、初めてなんです。そう答えながら、8畳は暗くてダメかな。10畳の方は空いていますか。
などと女中にしきりに尋ねている。表2階の十条間に通された。いい座敷だ。欄間も壁も襖も古くどっしりして安物心ではない。ここはちっとも変わらんな。幸吉は私と卓を挟んで座ってから天井を見上げたり振り返って欄間を眺めたりそわそわしながらそんなことをつぶやいて、おや、床の間が少し違ったかな。それから私の顔をまっすぐに見てニコニコ笑い、ここはね、僕の家だったのです。いつか一度は来てみたいと思っていたのですが、そう聞いて私も急に興奮した。ああ、そうか。どうりで家の作りが料理屋らしくないと思った。ああ、そうか。私も改めて部屋を見回した。この部屋にはね、店の品物がたくさん積み込まれて、僕たちはその反物で山をこさえたり谷をこさえたりしてそれに登って遊んだものです。ここはこんなに日当たりがいいでしょう。だもんだから母はちょうどあなたのお座りになっていらっしゃるその辺に座ってよく仕立て物をしていました。10年も昔のことですが、この部屋へ来てみるとやっぱし昔のことがいちいちはっきり思い出されます。静かに立って表通りに面した明るい障子を細く開けてみて、ああ、向かい側も同じなんだ。来島さんだ。そのお隣が糸屋さん、そのまた隣がはかり屋さん。ちっとも変わっていないんだな。いや、縁が見える。私の方を振り返ってまっすぐに見える。ご覧なさい。昔と同じだ。私は宣告からたまらなかった。ねえ、帰ろうよ。いけないよ。ここでは酒も飲めないよ。もう分かったから帰りましょう。不機嫌にさえなっていた。悪い計画だったね。いいえ、感傷なんかないんです。障子を閉めて卓のそばへ来て横座りに座って、もうどうせ他人の家です。でも久しぶりに来てみると何でもかんでも珍しく僕は嬉しいのです。嘘でなく心から楽しそうに微笑しているのである。ちっともこだわっていないその態度に私はうなるほど感心した。お酒飲みますか？僕はビールだと少しは飲めるのですけれど。日本酒はダメか？私もここで飲むことに腹を決めた。好きじゃないんです。父は知らん。そう言って可愛く笑った。私は知らんじゃないけどかなり好きな方だ。それじゃあ私はお酒を飲むから君はビールにしたまえ。今夜は飲み明かしてもいいと自身に許可を与えていた。幸吉は女中を呼ぼうとして手を打った。君、そこに呼び捨つがあるじゃないか。
そうか、僕の家だった頃はこんなものなかった。二人笑った。その夜、私はかなり酔った。しかも意外にも悪く酔った。子守歌が良くなかった。私は酔って歌を歌うなど絶務のことなのであるが、その夜はどうしたあずみかふと、さあどのお宮に何もろだ、でんでん太鼓に、などとでたらめに歌い出して、幸吉も低くそれに和したが、それがいけなかった。ドシンと世界中の干渉を一人で背負わされるような気がして、どうにもたまらなかった。だけどいいね。血兄弟っていいものだね。血のつながりというものは少し濃すぎてべとついてかなわないところがあるけれど、血兄弟ってのは父のつながりだ。爽やかでいいね。ああ、今日はよかった。そんなことを言って何とかして当面の切なさから逃れたいと努めてみるのだが、何せどうも乳母の鶴が毎日先生と針仕事をしていた。その同じ箇所にあぐらをかいて座って酒を飲んでいるのではうまく酔えよう通りがなかった。ふと見ると、すぐそばに背中を丸くして縫い物をしている鶴がちゃんと座っているようで、とてものんびり落ち着いて幸吉と語れなかった。一人でガブガブ酒飲んで、そのうちに幸吉を相手にしてやたら難題をふっかけた。弱い者いじめを始めたのである。ねえ、さっきも言うように君は私に会ってさぞやがっかりなさったことでしょうね。いや、わかっている。弁解は聞きたくない。私が大学の先生くらいになっていたら、君はもっと早く私の東京の家を探し出して、そうして君は君の妹さんと二人で私を訪ねてきたはずだ。いや、弁解は聞きたくないね。ところが私は今これと決まった家さえない。どうも自分ながらいけちのない作家だ。ちっとも有名でない。私には青木大蔵という名前の他に、もう一つ小説を書くときだけに使っている変な名前がある。あるけれども、それは言わない。言ったってどうせ君たちは知りやしない。一度だって聞いたこともないような変な名前である。言うだけ損だ。けれども君、軽蔑しちゃいかんよ。世の中には私たちみたいな種類の人間も確かに必要なんだ。なくてはかなわぬ重要な歯車の一つだ。私はそれを信じている。だから苦しくてもこうして頑張って生きている。死ぬもんか。慈愛。人間これを忘れてはいかん。結局頼るものはこの気持ち一つだ。今に私だって偉くなるさ。なんだ、こんな家の一つや二つ立派に買い戻してみせる。しょげるな、しょげるな。慈愛。これを忘れてさえいなけりゃ大丈夫だ。言いながらやりきれなくなった。しょげちゃいけない。いいか、君のお父さんと
それから君のお母さんとお二人が力を合わせてこの家を建設した。それから運が悪くまたこの家を手放した。けれども私がもし君のお父さんお母さんだったら別にそれを悲しまないね。子供が二人とも立派に成長してよその人にも後ろ指一本刺されず爽快にその日その日を送ってこんなに嬉しいことないじゃないか。大勝利だ。ビクトリーだ。なんだいこんな家の一つや二つ連着しちゃいけない。投げ捨てよ過去の森。慈愛だ。私がついている。泣くやつがあるか。泣いているのは私であった。それからはめちゃめちゃだった。何を言ったかどんなことをしたか私はほとんど覚えていない。一度ご不調に立った。幸吉が案内した。どこでも知っていやがる。母はご不調を一番きれいにお掃除していました。幸吉は笑いながらそう答えた。そのことともう一つ、酔いつぶれてそのまま寝転んでいると枕元で秋野さんはとても似ていると言うんだけど、少女の声である。妹がやってきたんだなと思ったゆえ、私は寝ながら、そうだそうだ、幸吉さんは私とは他人だ。血のつながりなんかないんだ。父のつながりだけなんだ。似ていてたまるか。そう言ってわざと大きく寝返りを打って、私みたいな酒飲みはダメだ。そんなことない。無邪気な少女の賢明な声である。私たち嬉しいのよ。しっかりやってくださいね。あんまりお酒飲んじゃいけない。きつい語調が乳母の鶴の語調にそっくりだったので、私は薄目を開けて枕元の少女をそっと見上げた。きちんと座っていた。私の顔をじっと見ていたので、私の水眼とちらと視線があって少女は微笑した。夢のように美しかった。お嫁に行くあの夜の鶴に告知していたのである。それまでの険しい泥酔が涼しくほどけていって、私は大変安心してそうしてまた眠ってしまったらしい。随分酔っていたのである。ご不調に立った時のことと、それから少女の微笑と、二つだけ。それだけは後になってもはっきり思い出すことができるのだけれど、その他のことはさっぱり覚えていないのである。半分眠りながら私は自動車に乗せられて、幸吉慶米も私の右と左に乗ったようだ。途中ギャーギャー怪しい鳥の鳴き声を聞いて、あれはなんだ、佐々木です。そんな会話をしたのをぼんやり覚えている。山海の町にいるのだなと酔っていながら旅愁を感じた。宿に送り届けられ、
幸吉慶米に布団まで引いてもらったのだろう。私はあくる日の正午近くまで投げ捨てられたタラのようにだらしなく眠った。郵便屋さんですよ。玄関まで。宿の女中にそう言われて起こされた。書き留めですか。私は少し寝ぼけていた。いいえ。女中も笑っていた。ちょっとお目にかかりたいんですって。やっと思い出した。昨日一日のことが次々に思い出されて、それでもなんだか初めから終わりまで全部夢のようで、どうしても事実この世に起こった出来事とは思われず、尾翼の油を手のひらで拭い取りながら玄関に出てみた。昨日の郵便屋さんが立っている。やっぱり可愛い顔してニコニコ笑いながら、いや、まだお休みだったのですね。ゆうべは酔ってたんですってね。なんともありませんか。ひどく慣れ慣れしい口調である。いや、なんともありません。と私はさすがに照れくさく、しわがれた声で不機嫌に答えた。これ、幸吉さんの妹さんから。ゆりの花束を差し出した。何ですか、それは。私はその3、4輪の白い花をぼんやり眺めて、そうして大きいあくびが出た。ゆうべあなたがそう言ったそうじゃないですか。何にも世話なんかいらない。部屋に飾る花が一つあればそれでたくさんだって。ああ、そうかな。そんなこと言ったかな。私はとにかく花を受け取り、いや、どうもありがとう。幸吉さんと妹さんにもそう言ってください。ゆうべは本当に失礼しました。いつもはあんなじゃないのですから、怖がらないで、どんどん宿へ遊びに来てくださいって。でも言っていましたよ。仕事の邪魔になるから宿へ来るなって言われたので、そのうちお仕事が済んでからみんなで御嶽へ遊びに行くんだとそう言ってましたよ。そうか。そんなバカなことを私が言ったのかね。仕事の方はどうにでも都合がつくのだから、御嶽へでもどこへでもきっと一緒に行きますとそう言ってください。私はいつでもいいんです。早いほどいいな。2、3日中に行きたいな。どうでもそこはあなたたちの都合のいいようにとそう言ってください。私は本当にいつでもいいのですからね。ムキになっていた。承知しました。僕も一緒に行くんです。これからもよろしく。変なドギマギした挨拶だったので、私は郵便屋さんの顔を見直した。真っ赤になっている。私はちょっと考えてすぐ分かった。この郵便屋さんとあの少女ではきっとつつましくうまくいくだろうと思った。少しわびしく戸惑いした私の感情も
すぐにその場できれいに整理できた。それはそれでいいのだと思った。百合の花は何かあり合わせの花瓶に生けて部屋に持ってくるよう女中に言いつけて、私は私の部屋へ帰って机の前に座ってみた。いい仕事をしなければいけないと思った。いい弟といい妹の陰ながらの声援が背中に涼しく感じられ、あいつらのためにだけでももう少しどうにか偉くなりたいものだと思った。ふとそばに目を転ずると、私のゆうべ着て出た着物がきちんと畳まれて枕元に置かれてある。私の新しい小さな妹がゆうべ私に脱がせて畳んでいってくれたものに違いない。それから2日目に火事である。私はまだ仕事で起きていた。夜中の2時過ぎにけたたましく半鐘が鳴って、あまりにその打ち方が激しいので、私は立ってガラス障子を開けてみた。延々と燃えている。宿からはよほど離れている。けれども今夜は全く無風なので、炎は思うさまのびのびと天に舞い上がり立ち上り、メラメラ燃える炎の気配がここまではっきり聞こえるようで、震えるほどに壮観であった。ふと見ると月夜で富士がほのかに見えて、気のせいか富士も炎に照らされて薄紅色になっている。四辺の山々の姿もやはりなんだかんだ汗ばんで紅潮しているように見えるのである。甲府の火事は沼の底の大焚き火だ。ぼんやり眺めているうちに柳町千夜の某深くを思い出した。近い。確かにあの辺だ。私はすぐさま土手らに羽織を引っ掛けて、毛糸の襟巻きぐるぐる首に巻いて表に飛び出した。甲府駅の前まで15、6丁を一気に走ったら、もうさすがにぶっ倒れそうになった。電柱に抱きつくようにして寄りかかり、ぜいぜい喉を鳴らしながら一休みしていると、果たして私の前をどんどん走ってゆく人たちは口々に柳町某深くと叫び合っているのである。私は帰って落ち着いた。今度はゆっくり歩いて県庁の前まで行くと、人々がお城へ行こう、お城へ行こうとささやき合っているのを聞いたので、なるほど、お城に登ったら価値がはっきり手に取るように見えるに違いないと、私はそれに気がついて人々の後についていき、舞鶴城跡の石の段々を多少ブルブル震えながら登っていって、やっと石垣の上の広場にたどり着き、見るとすぐ真下に火事がゴーゴ
生産の音を立てて燃えていた。噴火口を見下ろす心地である。気のせいか私の眉にさえ暑さを感じた。私はたちまちガタガタ震える。火事を見るとどうしたわけか、こんなに全身がガタガタ震えるのが私の幼少の頃からの悪癖である。歯の根も合わぬというのはまさしく的確の実感であった。トンと肩を叩かれた。振り向くと後ろに幸吉慶米が微笑して立っている。ああ、焼けたね。私は舌がもつれてはっきりうまく言えなかった。ええ、焼ける家だったのですね。父も母も幸せでしたね。炎の光を受けて並んで立っている幸吉慶米の姿はどこか凛としていて美しかった。ああ、裏2階の方にも火が回っちゃったらしいな。全焼ですね。幸吉は一人でそうつぶやいて微笑した。確かに単純に微笑であった。つくづく私はこの10年来感傷に焼けただれてしまっている私自身の腹渡の愚かさを恥ずかしく思った。H を忘れた私の今日までの盲目の劇場を醜悪にさえ感じた。けだものの方向が間断なく聞こえる。なんだろう。私は宣告から不審であった。すぐ裏に公園の動物園があるのよ。妹が教えてくれた。ライオンなんか逃げ出しちゃ大変ね。くったくなく笑っている。君たちは幸福だ。大勝利だ。そうしてもっともっと幸せになれる。私は大きく腕組みして、それでもやはりブルブル震えながらこっそり力こぶを入れていたのである。おしまい。ご視聴ありがとうございました。